ついに来たわね。ビルド 42.20 安定版。いやー楽しみっすね。不安定版の期間めっちゃ長かったっすから。今回は難易度絶滅モードをベースにゾンビ量を1段階減らしたサンドボックスで始めるわよ。開始時の人口倍率を減らしたんすね。絶滅だと開始即ゾンちゃんに囲まれちゃいますもんね。そうなのよ。スタートガチャみたいになっちゃって。今回は誰がビルド 42.20 に降り立つんすか？それはまあいつも通り。また全裸スタートか。可愛い子には旅をさせろって言うじゃない。困難があってこそよ。今回は全裸やけど骨折スタートじゃないんすね。全シリーズより優しくなったっす。今回はスプリンターゾンビがいるんでしょ？骨折とか無理でしょ。早速布シートがあったわね。スリングバッグにしてしまいましょう。カーテンの取り外しからでも作れるんでめっちゃ便利っすよね。とりあえず靴が欲しいな。全裸スタートは裸足で外を歩いただけで怪我しちゃって大変なんだよ。歩兵勉強になるっすビオラ先輩。いや、そんなにメジャーなスタートじゃないと思うけど。キッチンに武器があるといいんだけどどうかな。残念ながら武器になりそうなものはないっすね。この家で手に入ったのは靴下とパンツとスリングバッグくらいか。変態かな。パンツ履いてるからセーフ。とりあえず外に出て探索していくしかないか。外の様子は。靴が向こうからやってきたわよ。うわ、初めてのゾンちゃんがスプリンターっすか。集団でゾンちゃんがノロノロ来るよりは楽かもしれないね。ラッキー。家を囲まれるのが一番嫌だものね。全然倒せないな。よし、スニーカーと T シャツゲット。これでやっと画面が釣りますね。ビオラちゃん、さっき全然倒せないって言ってたけど、それには理由があるのよ。絶滅モードのゾンビはスプリンターゾンビがいるのに加えて腕力、超人、耐久力、丈夫なのよ。丈夫なのは困っちゃうな。ただでさえ武器がないし。倒すのに時間かかるんでゾンちゃんがどんどん集まってきちゃうっすね。早速対処しきれない量になってきたわね。だね、逃げよう。っていうか、ここどこ？一応サバイバーおなじみのローズウッドのはずなんすけど。全然景色が記憶にないわね。ビルド 42.20 で街が変わるとは聞いていたけど。変わるってレベルじゃないっすね。全然知らない街。あ、スプリンターゾンビ来た。早速積んだかもしれないわね。スプリンターゾンビはプレイヤーより足が速いから逃げ切れないわよ。一か八か、車が運よく動かないかな。残念、終わったかもしれないわね。いや、まだだ。まだ終わらんよ。いや、スプリンターゾンビからは逃げ切れないって。あれ、追いつかれない？ほんとっすね。いい勝負してるっす。ビオラ先輩、足速くないっすか？ふっふ。そう、今回は狂犬の特性をつけてみた。フィットネスプラス4。さらに足が速くなるんすか？走る速度がプラス 20%、 走ることによるスタミナ消費がマイナス 20% みたいね。めちゃくちゃいいじゃない。ポイント消費は10で重いけどね。どこまででも走れる気がする。これ全力疾走スキルを上げればスプリンターゾンビより足速くなるんじゃ。そうなりそうね。それより開始直後でスプリンターゾンビと張り合える時点でかなり大きいわ。強肩がないとすぐに追いつかれて戦う以外の選択肢がほぼなかったっすもんね。って言ってもどこかで引き離さないとちょうど柵があるね。よし、3体脱落。やっぱ柵しか勝たん。今のうちに距離を稼いで逃げるっす。はは、そろそろ疲れてきたかも。さすがスプリンター、追いついてくるの早いわね。住宅で身を隠しながら休める場所を探そう。この辺りなんてゾンビが見当たらないしいいんじゃないかしら。すね。あそこの2階建てにしましょう。こっちの窓は視線が通っちゃうな。こっちの窓から入ろう。ゾンちゃんに見つかりませんように。よし、潜入。少しは休めそうね。いや心臓に悪いっすね。もうなんでこんな測ったような嫌なタイミングで来るのかしらね。ほんとそれ。さすがに走りっぱなしで疲れた。ちょっと2階で休もうか。ちょうどご飯も置いてあるっすよ。ラッキーっす。マラソンの休憩ポイントみたいね。ほんとラッキーだったわ。
こそこそ。この辺りにいたと思うんだけどな。って感じっすね。多分。いや、スタミナも減ってたし間一髪だったわね。あれ全然前に進めない。さて、休めたし、とりあえず建物の中を探索しようか。すね。武器もないですし。プランジャーがあったわね。よし。全然よしじゃないんだけど、まあ何もないよりはいいか。窓ガラスを安全に割るくらいはできるっすから。スプリンターゾンビに見つからないようにこっそりと脱出するわよ。ラジャー。それにしてもほんとここどこよ。本当にローズウッド？昔の名残があるような、ないような。とりあえず、ゾンちゃん少なそうな拠点を手に入れたいね。どこを目指していいのかわかんないけど。昔のノックスで言うとやっぱり南西の木々に囲まれた家よね。とりあえず南西に向かってみる？すね。新しいノックスに残ってるかわからないっすけど、とりあえずそこを目指してみましょう。道中のゾンちゃんから腕時計をもらった。もらったというか、奪ったというか。もらった。ノックスでは勝者が全てを手に入れるルールなのよ。世紀末。なんかいい感じの納屋があるね。武器ありそう。基板、釘、ドアノブ、見事に大工さん向けって感じね。けど、なんていうか、この畑とかかし、納屋、見覚えがある気がするな。あ、確かに。南西の森の家の近くじゃないっすかこれ。言われてみればそこのセール中の家も見覚えあるわね。確かに、バリケードハウスになってるけど、セール中の家、あったね前。やっと、知ってるローズウッドっぽさが出てきたっすね。何かいいものあるかな。ちょっと見ていこう。お邪魔します。裏口が開いてるとか、なんというか不用心なバリケードハウスね。これは空き家にサバイバーが住み着いてた感じっすかね。手作り感があるっす。きっとそんな感じね。収納する物資がなかったのか、それとも引っ越ししたのか。チョコレートだけあった。バリケードハウスだからちょっと期待したけど、残念だったっすね。入り口が一箇所だし、仮拠点にもいいかと思ったけど。全然ダメ。この家には重大な欠点がある。なんすか？お風呂がなかった。風呂トイレなしは NG。あ、そりゃダメだわ。あ、本当に南西の森の家じゃないっすかこれ。そんな気がする。ガレージとか家とか、こうして見ると随分と豪華になってるわね。めちゃくちゃ変わってる。っていうか、初めての動画投稿の時もここから始めたんだって。感慨深いねなんか。始まりはいつも森の家なんすね。だいたい見慣れたことしたがるのさ。いや、それはともかく、武器がないんだけど。ガレージなら何かしらの武器があると思うわよね。よし、家の方に行ってみよう。1年と数ヶ月ぶりのお邪魔します。あら、出迎えゾンちゃん。にしても、めちゃくちゃ家の中変わってるね。おしゃれで洗練されてるっす。不安定版からプレイしてる人はともかく、安定版 41.78 からアップデートした人は腰を抜かしそうなバージョンアップね。見知った建物だと、本当驚くねこれは。いや、家を一軒一軒見るだけでも楽しいわね。 42.20。 武器をください。お、レンチとゴムホース。ゴムホースは必須アイテムね。これと容器がないと車からガソリンを手に入れられないから。ベンチか。ないよりはマシだけど、もうちょっと何か武器っぽいものないかな。木の丸棒あったっすよ。すぐ折れちゃうし、何かいいのないかな。キッチンなら何か武器になるものが。刃こぼれした包丁。いや、なんというか武器に恵まれませんね。ぐぬぬぬぬぬ。お、14時だけどウッドクラフトのテレビやってるね。ノックスのテレビは見るだけでスキルが上がる魔法のテレビだものね。6時、12時、18時にやってるから、見れるときは見ておきましょう。近くのテレビで放送されてなければ、放送時間からずれても視聴できるんすよね。一体どういう仕組みなんだ、ノックスのテレビ。さて、2階を見ていこう。昔は1階建てだったわね。そういえば
ちなみに狂犬の特性を入れたとは聞いたっすけど、他の特性はどんな感じなんすか？こんな感じ。狂犬のマイナス10ってこうしてみるとコスト高いね。まあ人によってはそれに見合った効果あると思うけどね。薄い皮膚、血液恐怖症、病気がち、微弱、なんというかガラスの身体っすね。当たらなければどうということはない。足は速いし。さっきちょっと危なかったけどね。人目を引くっていうのも物音に敏感な絶滅モードではどう出るかしらね。見つかっても逃げればどうということはない。足は速いし。特性を全部足すとマイナス8になるっすね。職業は何にしたんすか？もしかカスタムして職業。ビルド42で変わった一番大きな変更かもしれないわね。カスタム職業の呼び方は。さて、拠点も確保できたし、お隣さんにご挨拶に行こう。いない方が嬉しいんすけどね。デモに引きか少ない。スタート地点の街中に比べるとかなり過ごしやすいわね。なんか謎の儀式が行われてそうな場所が。キャンプ地よね。なんで石を並べたのかしら。何か召喚されそうっすね。石集めはめちゃくちゃはかどるかもしれん。それだ。お邪魔します。隣に引っ越してきたものですが。食べ物とか武器とかカバンとかください。随分と強欲なお隣さんなこと。誰もいないならしょうがない。いろいろ持っていくっす。帰化希望がある。見た目がエストックみたいでかっこいいんすよね。性能もかなり良かったはずよ。やっとまともな武器が手に入ったわね。帰化希望を武器って言っていいのかはちょっと微妙っすけど、なんでもない道具が武器になるのがノックスのいいところだから。このガレージはいいものがありそうな気配するわね。いいものありそうだし、さっきの家とこっちの家、どっちを拠点にするか迷うっす。スクリュードライバーにノコギリ、ガソリン缶。いい感じね。かなり最低限の道具が揃ってきた感じするわ。まだ明るいし、もう少し探索してみよう。1日の時間がデフォルトで90分になったからかなり探索時間伸びたわよね。前は60分でしたっけ？単純に 1.5 倍だとやれること増えるっすよね。釣り具がたくさん。釣りサッチェル、カバンネット。初日からスリングマックス卒業は嬉しいっす。スリングバッグから特製込みで容量が2しか増えないけどね。いや、初日にしてはかなりいい感じに進んだんじゃないかな。スタート直後はゾンちゃんに囲まれてどうなることかと思ったっすけど、狂犬様様ね。スプリンターゾンビと初期から足で戦えるのは大きいわ。そうだね。マップを見ると結構な距離移動してきたみたいだし。街中は相変わらずゾンちゃん多かったんで、少ない場所まで来れてよかったっすね。ほんと。しかもさっきこの家の地下室でバールも発見した。なんか調子良すぎて逆に調子が狂いそうね。バール。まあここを拠点にして次回からはどんどん探索範囲を広げていこうか。まさかここまで変わるとは思いませんでしたね。開発さんからのサプライズ強烈っす。新しい街に来たみたいで楽しいわね。ほんと。とりあえず今日はここまでね。筋トレして寝るわよ。はい。半年休んだ分気合い入れていくよ。拠点前にゾンちゃんの群れだ。走れビオラお姉様。生まれる8番リアスタンピングです。ドラムセットのある酒場。建築途中の謎のお家。そしてまた走るお姉様。走ってばっかりじゃないですか。それはしょうがないじゃん。